こんにちは、中丸です。前回の禁断の質問の続きからまずはご覧ください。で、最後の方に、企画会議の様子もあるので、ご覧ください。質問コーナー。始まった。山田くんのサッカー歴を教えてください。サッカー歴は、僕は小学3年生ぐらいから地元の仲のいい友達にやらないかって誘われて、地元のチームみたいなのがあったんですけど、そこで 2,3 年やって、その後湘南ベルマーレのそのオーディションがありまして、もう100人ぐらい集まって、その中の20人ぐらいに選ばれて、すごっ。ユースになり、すごいね。すごいのよ、山田くんって。いやいや、そこでまあでも2年ぐらいですかね。2年ぐらいユースでやってからジュニアもあったんで、やめざるを得ないみたいな。じゃあそっちはもう仕方なくじゃないですけど、どっちを取るかっていうことで、まあ、僕はやっぱりこっちの方が。なるほどね。ユースって言っても本当に最弱の方だったんで、もう本当うまい同い年で、これは無理だみたいな現実を見せられてた時でもあったんで、中丸くん何のユースなの？いや、ユース入ってないですよ。地元のごめん、そっか。ナチュラルに入れるやつです。誰でも入れるやつ。でもあれですね、あれは経験しました。都大会は経験しました。わ、すごい。どこまで1回戦負けですね。いや、でも手に出るのがすごいからね。で、次は別の日なんですけど、4人で、コメント欄から、質問を選んで答えてみました。中丸くん、山田くん、風磨くんは初めて二宮くんに会ったのはいつですか？僕、でも、初めてその芸能人という芸能人だなと思ったのニノさんなんですよ。俺雑誌とかでも言ってると思うんですけど、もっと言って。そうなんだ。いや、マジでオーラやばみたいなのが、ニノさんだったんですよ。いや、マジで。そこは同意しないの？はいはいじゃないの？そこ。いや、まあそれスーパースターなんですけど、いや僕まだジュニアの頃で、多分、M ステかなんかの、なんか3時間スペシャルみたいなのあるじゃないですか。ああいうので、行ってなんかジュニアの部屋にニノさんが入ってきたんですよ。ジュニアの部屋、びっくり、もう本当に、蛇巻いてんのかってぐらいの太い枕巻いてて。いや、なんか、知ってますよ。いや、目も。いじられてんな、いや、すごかったっす。それがちょっとこう。ヘビ巻くわけないだろ。いじってます。上に行くと、こんな太い枕巻くんだ。ゲロいじりしてるじゃん。ゲロいじりする。いや、でも、ただそれを見て、いや、本当にオーラめちゃくちゃあったんですよ。でも変な話、オーラとか芸能人っぽさってそういうとこですよね。まあね。ちょっと人とは違うみたいな。なんかちょっと、奇抜じゃないですけど、今のだからニノさんのスタイルからこうちょっと想像できないような服装だったんですよ。何年前ってこと？もう14、15年前じゃないですか？そっか、やば。そんなマフラー巻いてたんですか？巻いてたんだろうね。いや、ヘビかもしれん。ヘビ巻いてるかもしれない。僕もうすぐですよ、だから。まだ二宮君もジュニアでしたもんね。うん。あ、そっか、そういうことですよ。中丸くんってなんか、翔くんに似てるみたいな、なんか言われた時一時期あって。めちゃくちゃ言われてました。ね。翔くんからも言われました。そうだよ。お前、俺の若い頃に似てんなって言われました。そう。似てんなっていうのがあったりとか、NHK の楽屋が一番なんか覚えてる気がする。少年クラブの方の楽屋ですか？そう。そうですね。大部屋の。大部屋の。だからその NHK の楽屋も先輩順で使える場所が微妙に違ったじゃないですか。で一番そのタッキーとか嵐とかはその部屋入って右側の奥とかソファーがあったりテレビがあるコーナーを使ってたんですよ。だからあの場所に憧れました。でもっと末端になると部屋も入れないんで、階段とかでした。
階段得意だったよね、ジュニア。階段ね。M ステの時も階段だって俺。あ、本当ですか。あ、そういう時代あるんですよ。あった。あるんですね、やっぱり。俺初めてタモリさん会った時、そう、テレ朝の地下になんか化粧室みたいなのがあって、そっからなんかまっすぐ歩いてって、階段上がっていくとスタジオなのね。はい。その階段のところに本番前にジュニアがみんな一段ずつ座ってて、異様な絵ですよね。そう。で、タモリさんが地獄のように何回も挨拶するっていう一段です。逆に申し訳ない。申し訳ない菊池は、僕は ABC キスマイのライブに二宮くんがデビュー前ですね。だから ABC キスマイがデビュー前のライブに二宮くんが見にいらしてて、その時です。喋ってんの俺。喋ってます。喋ってんの喋ってます。なんか僕と中島ともう一人3人でグループ組んでる時に ABC キスマイのデビュー前のコンサートに MC 出ろあであ、顔見せじゃないけど。顔見せで出してもらってでその時に全然喋れなかったんですよ、うん初めてですし全然喋れなくてカチカチで戻ってったらジャニーさんにすっげえキレられてその時二宮くんが見に来てたんでちょっと二宮こいつらに言ってやってよって二宮くんが喋ろう俺は喋ろう喋ろう喋ろうって言ったんですよ優しいコメントだね。本当だね。いい人だね。ぬくもりを感じるね。なんかもう木綿豆腐みたいな顔してましたまた、いやいやめちゃめちゃ優しそうっていういじるなぁ、なん優か。しそうっていう意味ですヘビより良くないですかヘビ前いや、木綿豆腐の方が嫌だろ。やだよ。で、ここからは話それて企画会議がなぜか始まります。あれはできないですか？もうちょっと流行り終わってるかもしれないですけど、ルーティーンとか、ナイトルーティーンとか、モーニングルーティーンとか、おお、できるんじゃない？あれはできますもんね。うん。ホテル借りて。それホテル借りてですか風磨は自分家じゃないですか。風磨だけ。ごめん。何がごめんなんですか見たいですよね、いや皆さん。いやみんなでやりましょうよそれはホテルで風磨の家で。でも確かにそれ一人やるとまた印象違うから。全員がホテルだと、ちょっとやってる感あんまないけど、一人やるとやってる感出んの。やばいでしょ編集の人が言ってるから。この人たちやばいっすよ編集の人が言ってたらね、先輩だよ。やばじゃあもう4人で一気にやるから。菊池一で。うん。ああ、4人で、4人でそれぞれ、それぞれっていうのはもうみんな見てるから。うちでですかそう。入らないですうち4人も入らない嘘だろ。嘘嘘。それをする。嘘は良くない。家どこなの？は家どこなの？何やってんの本当にそうなの？そうなんそうです言うなじゃあもしかしたらそういうのやっぱルーティン、やっぱ我々本当にもう最近だからその YouTube 始めたのが、だからもう YouTube で流行ったやつとかやれてないのよ。確かに。やりたいじゃん。通りたいですね。そう。通りたいっすか通りたい。流行ったやつを俺らがやりますそれなんでプライド？やってみたくない？やった方が一回は。YouTuber っぽいことやりたいですそうよね。そう。楽しいじゃないやっぱり。そもそもね。いやなんかもっとこう新しいなんかやりましょうよそれはそれでやるけど。うん。新しいのもやるよ。長くやるんだからさ。ほら、これでしょ？皆さんのモーニングルーティン&ナイトルーティンでしょ？いや恥ずかしいっすなんか照れくさくないですかモデルさんとかやるならあれですけどまあね。男性でなんかそのじゃあ中島健人のモーニングルーティンを教えてもらってそれをやるのが恥ずかしくないんじゃない？なるほどね。中島をやる。なるほど。体感するってやつ。いやまあ恥ずかしくないかもしれないですけどいくつか何かを失う気はしますいや、いや、やってみる恥ずかしいんだったら違う人のやつをやってみたらいいんじゃない？恥ずかしい。それ新しいっすねでも新しいね。やるんだったら、じゃあ中丸くん亀梨くんのルーティンですね上田くんでもいいです。あ上田くんも見たいなどっちもやっぱわかんないです。二人に聞いても教えてくんねえかもしれない。なんか、それだったらいいんじゃないの？ちょっと。それは面白いかもしれ一個要ないです素乗っけたら、うん。メンバーのね。それは新しいですねでだからこう、なんかシャッフルで、シャッフルルーティンだったらいいんじゃないの？シャッフルルーティン面白いですよ。だからそれだったら自分のことは言ってないですもんね。
クイズにしてもいいし、この確かにさすがアイデアマンルーティンは誰でしょうっていうのを、確かに面白い。恥ずかしさもなさそうですね。そうしたらできるじゃん。確かに、それは面白そうですね。やってるの上田君とこうやってやったの朝起きていきなりそれなんですよ。鏡の前で。やってる可能性ありますから。磨く前にモーニングルーティンクイズだったらできるでしょ。だったらできるじゃん、自分じゃないから。モーニング、まあ、それは全然ありだと思います。誰のモーニングルーティンだでも広くないですか？だからここ限定で、ここだってこの4人でぐちゃぐちゃにやるってことですか？この4人のグループだからうちで5人でしょ。ああ、グループ縛り。関係するグループ縛り。いや、広いっすよ、ちょっと。文句しか言わんのか。文句しか言わないですね、今日いや、ね。文句しか言わんの足ばか。っかり引っ張ってくる。あ、そろそろお時間。全然答えてないじゃないですか。本当だよ。こうして無事に企画が一つできました。引き続きコメント欄で気になる質問は募集中です。ではまた次回。二宮君とこかってなったら割といけんじゃない。まあまあ、いや俺そんな好かれてないですもん、先輩に。わかる。わかるじゃないですよ。知ってる。わかる。知ってる、それそうだ。うん。いやでもそれ教えてもらわなきゃやろうよ。